こんにちは、トラスト企画の阿部ちゃんです。R32GTR DIY 企画ということで、私 DIY 素人の阿部ちゃんがですね、皆様のためになるような、R32GTR の DIY をしていこうというシリーズなんですけれども、シートに関してです。私の32はですね、DIY シリーズスポンサーからいただいたこちらの、アルカンタラ張りのダッシュボードですとか、こういうね、サイドブレーキブーツやシフトブーツ、こういったところは全てね、ロブソンレザーさんの製品で、まとまってます。フロアマットもニスも入ってるんですけど、見てください。ちょっとこう黒を基調とした、黒と赤を基調としたね、内装にこのシートちょっと不釣り合いなんじゃないのって思ってたんですね。もともとは、内装ほとんどノーマルだったんで別に違和感なかったんですけど、やっぱりこうちゃんとね乗られてる車の R32GTR のシートってもうこういう色になってます。リアシートも結構もう焼けちゃってるんですね。本日は噂のね染球というスプレーを使って色を塗っていきたいと思います。純正発売時ぐらいの色に戻せればなというところで、本日ねちょっとご紹介していきたいと思います。で、使うスプレーはですね、ホームセンターで購入してきました。こちらです。染球、じゃじゃん。なんとですね、このスプレーは革、プラスチック、金属、木材、布のカラーチェンジ、何でも染めれるっていうすごいハイテクなスプレーです。染球さんね。で、これの色はですね、ブラックを使っていきます。これなんかね、諸説いろんな色があって、ブラックグレーとかねあるんですけれど、ブラックグレーだとちょっとグレー味が強すぎるっていうことなんで、32GTR 発売時のね純正シートの色はブラックが近いんじゃないかということでしたので、今回このブラックを使って染めていきます。シートの外側の部分、この外周のとこですね、そこを主に染めます。で、中ほどのねこの部分は染めずにマスキングをしてやっていきたいと思います。ではまず取り外しとですねマスキングをやっていきたいと思います。では早速やっていきます。はい、ではシートの方摘出完了しました。シート外すのは簡単ですんで、このねシートベルトのカプラーだけ外すのを忘れないでいただければ、外すのは簡単です。で、外したついでにねこの辺は掃除機とかかけておいた方がいいと思いますよ。で、こちらが外したシートです。年相応に汚いですね。大体皆さんの車もちゃんと乗ってる人はこんな感じじゃないですか。ただちょっと僕のね車、多分もともと喫煙者だったっぽくて、こういうところにタバコの焦げ跡とかあるんですけど、これ塗装したら目立たなくなるといいなーって思ってます。これもともともうどういう色だったかさっぱりわからないですね。この辺がちょっと色濃いんで、ここをもっと濃くしたような色なんじゃないかなと思います。そしたらね、こちらの真ん中の部分とこういうなんていうんですか、ベースの部分は塗りませんので、マスキングをしていきます。マスキングのところね永遠と見てもあれだと思うんで、今一瞬でマスキングしますから、ちょっと待っててください。ほら、指パッチンで一瞬でマスキング完了しました。いや、でもね10分ぐらいでできますよ。ちょっと私ですね、もう生粋の大型ですので、こういうねマスキングの細かい作業あんま得意じゃないんでマスキングが雑とかいうツッコミはやめてくださいね。これで塗れればいいんです、自分の車なんで。じゃあ早速ね、染球どんな感じになるのかちょっとやってみたいと思います。しっかりと振って、さあ行ってみます。どうでしょう。このまず上の方から吹いていきますね。あ、もうほらだいぶ違いますよ、かなり。こうなんていうか徐々に染まっていく感じですね。これはスプレーの吹き加減でどれぐらい染めるかは決めれそうな感じがしますね。布専用ってことなんで、かなりねいい感じに色は
乗りますね。あ、疲れた。じゃあちょっとこの調子でね、塗装していきたいと思います。さあ、あらかた塗装終わりました。皆さん見てください。見違えたと思いません？もう黒々ですよ。これ触っても全然なんかなんていうの、生地のごわつきみたいなのないです。これすげえ、染め球ってすごいっすね。乾燥とかそんなしてないんですけど、もうこんな黒々したシートになっちゃって、ほら見てください。うわー、これもう新品に戻っちゃいましたよ。これでね、ちょっとマスキング、もう少し乾燥させてから、マスキング剥いでね、車内に取り付けたらもう新品にしか見えなくなっちゃうんじゃないですか。こりゃいいわ。皆さんこれはおすすめです。3人乗ってる方、これ絶対やった方がいい。これほら、もうシートね、退色しまくっちゃってる人いらっしゃると思うんで、これは絶対おすすめです。これいいわ。ちょっとごわつくけどね、もう少し乾燥してちょっとブラッシングしてね、取り付けしてみたいと思います。これはいい。さあ、では少し乾燥しましたのでマスキング剥がしました。ほら見てください。もう新品のシートにしか見えないですよ。これね、カメラで見てるよりここの色はもう少し明るいです。これは塗ってないんで、こういう色ですね。でこの外周だけこう塗りました。ここはマスキングしておきまして、塗りました。で今回ですね、ちょっと染め球のスプレーの方が大容量タイプがね、ちょっと近所のコメリで売ってなくて、細いね 70mm のやつ使ったんですけど、4本でこれぐらいの色です。4本使って。なのでこのね、後ろはちょっと塗れなかったんですね。でもこうやって見れば自然ですよね。そこまでなんか塗りましたっていう感じにはならないです。うまくこうぼかせたかなって思います。この辺とね合わせて、なんかすごいうまくできた気がするんですけど、皆さんどう思います？これはいいこと発見してしまったな、僕。これね、多分32のシートもちろんですけど、33も34の前期ってほら結構色なんですか、明るめじゃないですか。これ染め球したら後期のシートだよって言っても分かんなくなっちゃうかもしんないとか言って、これはね皆さんおすすめです。絶対やった方がいい。内装結構気になってる方でね、もともと僕のシートそんなにこう破れとかへたりとかなかったんで、こういう風に綺麗にできたんですけど、もしねへたりとか破れ、もうシートちょっと変えたいな、でも車外シートはなっていう方だったらいいこと教えますよ。トラスト企画っていうですね、素晴らしい会社がありまして、そこにですねこう32から3334のシートまで今中古で出品してますから、そこからね是非こう試しに運転席側だけとかね、ちょっと落札しても購入していただければ、購入したやつを塗って、で自分のと取り替えるっていうこともできると思います。でね、もしそれで気に入れば両脚やってみたりとか、もともと自分のについてた色あせたシートもこういう風に塗って売っちゃうっていう手も僕はなきにしもあらずなんじゃないかななんて思ってます。いや、今回は大満足ですね。今回はね車に取り付けるまでが DIY になりますんで、これからちょっと取り付けてみて内装とのマッチングちょっと見たいと思います。皆さん見てください。全然違う車になっちゃった。ほら見てください。この内装とのマッチング感やばくないですか？もうこれはいいよ。絶対これね乗ってる人やった方がいいと思います。なんかほらシートだけ退色してっちゃうでしょ。さっきほらビフォー見てください。ビフォーの映像こちらです。はい、アフター戻りました。ほら全然違います。もう黒々しちゃって、でもうなんていうんですか、もうすごい塗ったよっていう感じにならないのがいいですね。こう染め機を使うとね、うまい感じに元々のこう色をなんか生かして、そこまでこうなんていうんですか、もうこういう黒々っていう感じにはならないっていうところが、こりゃいいや、いい今日の DIY は100点です。自画自賛。これ染め球開発した人すごいな。うまいこといきますこれね。ほらもうこの辺とのマッチング見てください。ちょっとこう色のね釣り合い取れましたよね。このグレーっぽい色とこのアルカンターラの色、こりゃいいやつ。これはいいや。
次はねリアシートもやってみたいと思います。結構上の部分ね、皆さんもそうだと思うんですけど日焼けしちゃってるんで、わあこれはいい内装リフレッシュですよ。皆さん絶対にやった方がいいと思います。そのベースの、中古のシートトラスト企画でいっぱい出品しておりますので、程度のねそんなに良くないやつもあったりして、それはねそこまで高くないんで、ちょっとこの動画見てね、ちょっとやってみたいなって思った方いらっしゃって、その自分の今つけてるシート外して塗るのはちょっとなーって思ってる方も、トラスト企画からこのシートの部品買っていただいて、そっちをもう試しに塗ってみてください。塗ってみて、うわうまくいったなって思ったら自分のと交換して、その交換したやつを売ったりとか、そういったこともできると思いますんで、これはねちょっと満足度100点になると思います。内装って必ず見ますからね、毎日車乗るときに。いやー今日はいい DIY やりました。これね僕やった DIY シリーズの中でもかなり満足度は高いです。なので、R32 オーナーの皆さん、R33 オーナーの皆さん、あとはちょっとシートをね色気になってる34オーナーの皆さんもやっていただいてもとっても満足すると思います。では次の DIY はですね、おそらくセルモーターの取り付けになると思うんですけど、自分でできるかな、ちょっとやってみます。じゃあそちらのビデオもよろしければ見てください。では今日の動画は以上です。またお会いしましょう。ありがとうございます。またお会いしましょう。